ーパーで売っている魚をプロのやり方で美味しくしていこうと思います。カツオから水分が出てきてる。違う。全然違う。皆さんこんにちは。こんにちは。寿司平井です。今日はですね、スーパーで売っている魚を、僕たちのプロの、やり方で、美味しくしていこうと思います。では、今日美味しくしていく魚はこちらカツオですね。よく家庭でも召し上がることが多いかと思います。僕カツオとかマグロとかスーパーで売ってるやつ結構苦手なんですよ。水っぽくて、うん、そう、水っぽい。なんかちょっと血の味みたいな。これ美味しくなっちゃうんですか？一味も二味も変えて美味しくしていこうと思います。乞うご期待。はい、じゃあ早速やっていこうと思います。だいたいスーパーで買うとここにグラム表記が書いてあるんで、このカツオはこの量で 140g あります。これ大事なポイントですので、はい、覚えておいてください。どのスーパーでも絶対に何グラムっていうのが書いてありますんで、そのスーパーで買ってきたカツオの状態を見てみたいと思います。わー、すごい水っぽいですね。わかります？このカメラで伝わるかな。テカテカしてるね。テカテカ。これ実際にですね、ちょっと端っこの方を押すと分かるんですけど、これほら、この水が出てくるの分かります？これがやっぱりその解凍されたお刺身、よく特にそのマグロとか、こういうカツオ赤身によく分かりやすく出てきますね。この水分を抜いてあげて美味しく凝縮したカツオの味にしていきたいと思います。チャンネルはそのまま。用意していただくものは、お塩、ペーパーです。ちょっと最初にカツオの水分を拭きたいと思うんで、ペーパー用意してください。はい、はい、塩は何グラム？はい、で塩ですね、このグラムなんですけども、こちらのカツオの、だいたい 1.5% ぐらいのお塩使いたいと思います。でうちはですね、お店で使ってるのはこういうピンク色の岩塩になるんですけど、家庭の生成塩でも大丈夫です。もし岩塩がある場合は岩塩使ってあげてもいいと思います。よりお店の味に近づくかなと思います。はい、はい、では、こちらですね。軽く押し付けて水分抜きます。これだけですね。はい、もうさっと紙で押しただけでも水分がすごい出てきます。これはやっぱ水分が多いと、水っぽいぼやけた味になるんで、はい、でこのお塩をお肉に塩パラパラパラってかけるみたいな感じで全体的にかけていきたいと思います。これ全部かけちゃっていいので、これで大体結構かけますね。これで 2g ぐらいですね。で極力まんべんなくかけてください。裏側もですね。もしかけててドバッてついちゃったら少し指で伸ばしてあげてもいいです。ただあんまりギュッと押し付けると断面がザラザラになっちゃうので、軽く優しく伸ばしてあげてください。でこれで、約15分ですね、このまま常温室温に置いてカツオから水分を出したいと思います。でこの時にですね、このまま平らな状態で置いてもいいんですけど、そうじゃなくて少しですね高さを出して斜めにしてあげるんですね。こういう感じに。そうしてあげると水分がですね抜けやすくなります。より落ちてくる、落ちてくるんで逃げ道ができてくるんで、これですとタラーって垂れてくるんで、このままの状態で、15分ですね室温で、置いていきたいと思います。はい、これ今15分経ったんですけど、分かりますか？ちょっとこの水がカツオから水分が出てきてるのが、ちょっと見にくいかな。少しでもターって垂れてきてですね、ただもうちょっと置きたいと、さらに10分ちょっと置いていきたいと思います。はい、ということで、25分ですね。結構ですね水分出てきたんですよ。結構出ますね。結構出て、でこれを洗ってですね、塩を洗い流していきたいんですけど、普通の水道水だと真水だとですねうまみが抜けちゃうので、ちょっとだけ塩入れていきたいと思います。水に対して塩の量がどれぐらいとかあんまり細かいことは気にしなくていいです。あんまりドサって入れちゃうと水がしょっぱくなりすぎちゃうんですけど、真水じゃないっていうのがポイントですね。それで、カツを入れて洗っていきます。はい、
あ、もうさっと。もうさっとですね。でまたペーパーで味付けをしております。これを、冷蔵庫に入れてちょっとですね、冷蔵庫の中で風を当ててあげて少し、さらにですね余分な水分を、取っていきたいと思います。その時は、ラップとかをかけないでもうそのままですね冷蔵庫に入れて少し乾かしていきたいと思います。はい約30分ぐらい冷蔵庫に入れたいと思います。はい。では、塩をしてから、冷蔵庫に入れてですね、最初30分置いたんですけどちょっと乾きが甘かったのでプラス15分置いて、全部で45分ですね冷蔵庫で少し乾かしたものです。これ分かりますかね、全然水分がなくなったんですね。これもう一つですね分かりやすいようにもうワンパック買っといてそのままの状態カツオがあります。分かりますこれ。わかります。すごく水分が出てる状態ですね。全然違うね。これはもう押しても全然水分が出てこない、これがやっぱりこの余分な水分と臭みの原因なんですね。でこれ実際ですねちょっと食べていきたいと思います。シンプルにですね何もつけずにそのままの状態で食べてみて味わってみたいと思います。こちらがですね、一手間加えてお塩を当てて冷蔵庫で乾かしたカツオです。こちらが何もしてないもうそのままの、スーパーから買ってきたカツオの状態ですね。もう切った断面でも分かりますか、すごい水分が全然違う。左側はなんか全体的にツヤツヤしてるけど右側はなんか漏れてるみたいな。水っぽいところだけなんかキラキラして見えますけど、こちらがツヤがありますね。じゃあ早速食べてみますか。はい。ビューン。では、実際にですねカツオを食べていきたいと思います。じゃあそのまんまの方からまずもうお醤油も何もつけずにいってみます。そうですね、やっぱちょっと生臭いっていうか水っぽいカツオです。でもやっぱスーパーなりのお仕事されてるんでやっぱ美味しいっちゃ美味しいです一手間加えた美味しくしたカツオをはい。違うね。全然違う。もう全然部位が違いますいや違う。それはもうしょうがないやん。こっちが腹でこっちが背なんですけど臭くない。すごいね、こうやってまじまじと食べ比べる。でもなんかやっぱ舌触りは違う。なんだろう、ねっとりなってるねっとりしてる、締まってる。実際に食べてみて。こっちがそのまま。俺すごい苦手なんで。自分でこうくるってして取ってよ多分って感じだと思う。もうほんと苦手な味する。この生臭いよねなんか血生臭いというか。いっちゃったね。いやこれがさたった1時間ぐらい1時間1時間そうだね、そんなもんぐらいでそんな美味しくなるわけないでしょ。フルフル全然違う。全然違うんですよ。まずねっとりしてて臭くないよね。臭くない。なんか水っぽさがなくてなんかちょっと甘く感じる魚の身が。醤油よりなんか塩振った方がいいですね。塩確かにちょっと味も、塩もちょっと入ってるから、醤油ってよりは塩ちょっと振って塩たたきみたいな。これもしかしてうちのメニューに乗るかも。ダメじゃないかもしれんけど、一応お待ちしておりますでも実際に自分たちの寿司平台はもう基本的に貝とかは除いといて魚スーパーの使ってますって今流れですけど大丈夫ですか？マレーツです基
基本的に全部塩を当てて余分な水分とか臭みを抜いてあげて提供してます。やっぱそのひと手間をかけるだけで全然魚の味わい変わるっていうのが家庭でも面白いっすね。分かってもらえるかなと思います。本当に全然違うんで、よかったら2柵買って試してみてください。全然違うんで。今回はですね、カツオのスーパーの魚を美味しく食べるということでやっていきました。この動画が良かったという方は、チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。お店が気になっているという方は、概要欄の方からご予約お待ちしております。ではまた、次の動画でお会いしましょう。バイバイ。バイバーイ。今回は NG 集が届いております。まずはこのカツオを紹介するシーンから。はい、ということで今日美味しくする魚はカツオですね。はい。よくあらあら、大将、噛んじゃいましたね。お次はこの、どっちのカツオを先に食べるか悩んでるシーンから。まずはどっちからかスーパーのやつスーパーのバリスーパーの、どっちもスーパーのでした。最後にこの、まさとくんがバッチリ締めるシーンから、どうぞ。お店が気になったよっていう方は、概要欄の方から、サイト違うな。なんでお前身長合わせてんの？まさとくん、締めれませんでしたね。